発音とかも全然違うし、日本語も通じるか分かんないし。ラジオのパーソナリティがいて、でなんかそこで紹介してもらった時の縁で外までわざわざ来てくれていろいろ話しましたね。やっぱ靴脱いでくださいってやっぱ言わないとわからないっていうのはなんか感じるので。Hey guys, it's Cat the Cat, and today we're going to go and ask Japanese people. The question this time is going to be, who is the very first foreigner they ever encountered in their lives, and did that make a change to themselves? And what did they think of the first foreigner they ever met and interacted with? Let's go and ask Japanese. Hello. 今日みんなに聞いてるのは、初めて会った外国の方は誰だったんでしょうか？中学校の友達ですね。ロシア人のロシア人、彼留学生？彼女は普通にその学校に通ってて、留学生ではなくて。じゃあ一人でハーフでもないし、日本の中学に通ってた子がいたってことですか？純ロシア人で、はい、通ってました、中学校に。で、彼女は日本語喋れたんですか？はい、ペラペラでした。はい。よかったですね。で、その初めて会った外国人の影響はどうでしたっけ？とりあえず外国語、ロシア語を教えてもらいました。はい。あと顔触ってみたり。そう、ロシア語まだ覚えてますか？ズズラスチュイチェって。意味は何ですか？意味忘れちゃいました。ぜひロシア語わかる人コメントちょうだい。待ってます。とってもいい子で、もう国とか関係ない感じだったので、誰とでも平等に接しようみたいな感じに思いました。ちゃんと話したことがあるような感じの子は1年前になんか交流会みたいなところで出会ったドイツの女の子で、でも言葉は習ってなかったんですけど、すごい自分のしたいことがちゃんとあって、なんかすごいなって思いました。どういったところがすごかったですか？なんか、医療関係の子だったんですけど、なんか自分一人で日本に来て、日本語もわからないけどこうやってすごい交流会とか、なんか自分の意思でいろんなところに行ったりしてるのがすごいなって思いました。一人でなんかそういう挑戦心とか、なんかそういう前向きなところがすごい好きでしたね。なんかいいなと思いました。自分になんか影響ありました？なんか私も頑張ろうと思いました。そこからいい出会い、いいきっかけ。初めて出会ったちゃんと喋った外国の方は何人でした？実は私韓国人かも。どういった人でした？大学の先生です。大学の先生で韓国人で、何の授業をやってた先生？朝鮮語です。朝鮮語って何ですか？ハングルってわかりますか？それです。じゃあ、韓国語も教えてる先生で。はい、そうです。何歳の人ですか？何歳だろう。30代ぐらい。わかんない。でも初めてちゃんと喋った外国人はなんか自分にとってどの影響でしたか？すごい新鮮でした。すごい発音とかも全然違うし、日本語も通じるかわかんないし。はい。通じてるかどうかちょっと 100% 分からなかったって感じですか？そうですね。じゃあ自分は頑張って韓国語を喋ったりもしなければならなかった。で、その人を見て日本人とちょっと違うなと思ったことは何ですか？文化が違うなって思いました。特にどういったところですか？なんか考え方とか、そんな感じですね。私はバイト先のお客さんで来た中国人の方ですね。どのバイトとどの感じの話だったんですか？なんかアパレルのショップ店員だったんですけど、なんかフィッティングルームに来て、で最後戻しを受け取った時にシーシーみたいなことを言って、2階の授業で習ってるんですけど、中国語は。それでシェイシェイって言ったら向こうもシェイシェイって返してくれて、なんか笑顔が生まれるみたいな
いい感じでした。じゃあアパレルの仕事で初めてその会話ができてたんですね。はい、そうですね。その後はもっと会話が続いてたりとかしたんですか？手を振るぐらいでそうですあんまり続きはしなかったんですけど。なんか日本人とちょっとこれはちょっと違うなと思ったところは何ですか？なんですかね。なんか最初は英語が通じるかなと思って英語で喋ったんですけど、なんか英語ではちょっと通じなかったみたいで、でもシエシエって中国語言ったらなんか反応返してくれて喜んでくれたのが、多分なんか中国語でなんか英語じゃなくて、そこは私が中国語ちょっとだけ知っててよかったなっていうところはあったんですけど、なんかその国の言葉でちょっと伝えると喜んでもらえたっていうのが伝わりました。確かにそれは大きいです。ちょっとだけね喋れると。そうですね。初めて出会った海外の方は何の国の人でした？誰だっけな。分かった。俺小学校の時に英語を教えに来たカナダ人の先生でした。名前は覚えてない。何の漢字の先生だったんですか？何の漢字？女性男性？男で背がでかくて、その当時田舎に僕住んでるんですよ、横浜の。だからその田舎の小僧にはすごく新鮮だったんですよ。青い目で茶髪でみたいな、だから背がでかくて大きくてみたいな、そういう印象でしたね。結構目立ってたんですね。目立ってました。異様な空気が流れて、初めてその時外国人を見ました。でちょっとそこで授業を受けたりとかしてて、で自分になんか影響がありました？その先生と会って。でもバスケットボールとかスポーツがうまかったですかね、その人は。だから自分にとってはなんかすごいなんかスーパーマンみたいな、スーパースターみたいなのが現れたって思ってたんだけど、やっぱ帰っちゃったんですよね、国に。そっからでもだからそこでだから差別とかはしなくなったかもしれないですね。外国人だからとかは思わなかったですね。なんか福岡にヒッチハイク行った時になんかボビー・ジュードさんっていうなんかラジオのパーソナリティがいて、でなんかそこで紹介してもらった時の縁で外までわざわざ来てくれていろいろ話しましたね。でインスタもなんかフォロワーになって、そんぐらいですね、一番印象に残ってるの。何の感じの人でしたっけ？男性でなんか本当にもう日本語もペラペラでなんかすごい CM 出たりとか向こうでされてる方で、結構なんかいい人だなと思いましたね。はい、自分にもなんか影響ありました？影響やっぱりなんかオープンな方なんで、誰に対してもなんかこう偏見なくこう関わってたりとか結構してたんで、なんか勉強になりましたね。はい、初めて人生で出会って喋った海外の方は誰でした？大学の時に英語の授業で海外の外人さんが来てくれて、声がでかいです。とりあえずどこから来てる覚えてますか？なんかでも白人なんでそっち系です。ちょっと覚えてないですけど欧米な感じ。欧米な感じでした。はい。どんな感じの先生でした？女性男性？男性ですね。はい。男性で。何を教えてくれた人ですか？英語ですね。英語のなんだろう、いろいろ文法とか英会話みたいな感じですね、多分。はい。でその先生の割となんか日本人となんか違うなと思ったことは何ですか？でもリアクションがでかくてなんか声がでかいみたいな感じですっていう印象です。はい。自分はどうですか？最近覚えてる、合ってる？私お仕事をしてるんですけど、なんかお客さんとかでちょっと海外の人とかもたまにちらほらなんか来てくださるみたいなイメージがありますねその時にはちょっと日本人と違うなと思った瞬間はいつですか？でもなんか目を合わせるとすごくこう笑ってくれるというか、なんか日本人は結構そのまま素通りみたいな感じが多いんですけど、目が合うとニコってしてくれてちょっとキュンってキュンとなりますねすごく優しいなと。普通にアパレルですね、洋服でいらっしゃいませとか言ってるんですけど海外の方が多い？そうですね。でもたまに日本の方も多いんですけど、たまに海外の人も来てちょっと毎回キュンってちょっと毎回ちょっと心がキュンってちょっと助けられますでその時にはだから注意しなくちゃいけないことはありますか？例えば着替え室で靴脱がなくちゃいけないとか、文化が違うところは。そうですね。でも確かにそういうふうになんか試着室とかまた仕事の話になっちゃうんですけどやっぱ靴脱いでくださいってやっぱ言わないとわからないっていうのはなんか感じるので、そこはなんか文化の違いなのかなみたいなのはありますね。
初めて人生の中で出会った海外の方は何の人だったんですか？学校の先生、何の時ですか？英語の学校の授業の英語の先生何歳の時ですか？はでも高校の時かなじゃあその先生は男性女性何の国から来てたんですか？多分アメリカの方で男性。名前覚えてますか？なんだったっけな、多分デイモン先生だったっけかっこよかったかな？かっこよかったねその先生でなんか印象に残るなんかストーリーとかなんかありますか？でもその挨拶ぐらいしかしてないんでそんなないですけど、挨拶ぐらいその先生と、あとやり取りした時にはこれは日本人とちょっと違うなと思ったことは何ですか？違うな、なんか結構はぁみたいな感じだったんですか？結構朝から結構元気、テンションが高めいつでもいつでもいつもなんかそんなに静かなところを見たこといつも会うと元気、ハイタッチするような明るい先生ナイスセンスでしたね。私も学校の先生だったと思います何歳の時ですか？小学生の時になんかなんだっけ AT だっけなんだっけ ALT NT そうですその先生ALT なんだっけアシスタントラングエッジティーチャーそれだそういう意味だったんです。それで小学生の時に来ました。はい。何の先生だったんですか？英語のなんか先生でなんか英語の時間があってそれで来ました先生が。その先生の見た目とかはどうですか？なんかひげが生えててそのなんかアップルのあの人スティーブ・ジョブズだっけに似てました。それで印象に残ったなんかシナリオとかなんかありますか？小学生だからあんま覚えてないですけどまあなんだろうなんだっけなんだろう最初にNice to meet you そうですそこら辺自己紹介とかは教えてくれました先生がじゃあ英語の先生が最初ですね。そうですね、じゃあすべての質問でした。ありがとうございます。So, as you can see, many Japanese people meet their first foreigner actually later in life, and that's because Japan is still very much a culture where there's a low percent of foreigners. Different, for example, with me in Europe, I met people very early in school life, or for example in America. But in Japan, there is still a very large population of Japanese people, and from a young age, there isn't so much of a mix apart from a couple of exchange students. So that's why many people in Japan meet their first foreigner and actually have their proper interaction apart from maybe a teacher, an English teacher, later in life, for example, during university or during a job or when they are actually working with customers. So that might be very different to your country, and this is why I'm gonna ask you guys this time to let us know what is actually the first Japanese person you met and spoke to? And how old were you? How and what age was that? Did you meet maybe someone during school or actually working or maybe out on the streets making new friends? Let us know. Looking forward to find out. Hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe if you're new, and thank you for watching this all the way to the end. Hope you enjoyed this, and I'll catch you soon for another video on Ask Japanese. Bye!